いまでのあらすじ。ミニマップと全体マップを作り始めたヒソムさん。マップ画像の手作業は無理ゲーってことで自動化を検討しました。苦戦しつつも航空から撮影したマップ画像の自動生成に見事成功。全体マップができたってことは待望だったファストトラベルも実装できるってことなんです。これで一気にゲームらしくなってきたね。そんなこんなで第21回の始まりです。新しい敵の種類に限界を感じているので、新しい敵を作成していくぞ。まずはコンセプトから。単純な敵を作りたいかな。同じ行動を繰り返すようなシンプルな敵。単純だから弱いけどノイズになると思うんだよね。いつもながらチョッパヤで方針が決まったので作っていくぜ。 3D モデルを作る。今回はファブで販売されているモデルを改変して作成しました。イノシシちゃんです。かわいい。うまそう。ほえ。優位で動作させる。とりあえず優位で出してみる。敵として倒せるところまで作りました。ありゃ、このイノシシちゃんって貸し技で浮かないんだな。当初はその予定だったんだけど、実際やってみると微妙だよね。というわけでダメージモーションを用意して描けるようにしました。これだこれ、すごい安心する。気持ちよさって大切ってしみじみ思うね。攻撃を作るぞ。今度は攻撃を作ります。予兆動作、攻撃動作、攻撃後の隙、この3つのアニメーションを作成。予兆動作はなるべく分かりやすくしました。ここが分かりづらいと遊んでいる人も嫌だろうしね。そして実際の攻撃動作がこちら。おう、走ってる走ってる。避けた後は距離が離れるから反撃しづらくて強い技だな。ヒット時は別アニメーションに移行させて反撃しやすいようにしてます。ほうほう。ちなみにパリーすると特定で反撃を入れられます。私もパリー好きではあるが、パリー以外の選択肢は欲しいと思っちゃうな。そこはご安心を。まだ実装されてないけど、若い方には幅があるゲームになりますので。生態を作ろう。睡眠状態から始まるパターンを作成。制作者はこのパターン好きだな。ふふ、動物が寝てるのを見るの好きみたいだからね。起き上がりとルックアット。ルックアットは人型用しか組んでなくて、急遽どのモデルでも使えるのを作成しました。悲しいことにまだ完璧ではないんだけどね。その他ではこんな感じで草を食べてるところとか。おう、なんかリアル。この咀嚼モーションはランダムで回数が変わるようになってて、ちょっとだけこだわってたり。咀嚼部分以外はファブのモーションの有用をしています。テストプレイ。要素は揃ったので実際に遊んでみるぞ。コンボで体力4割消し飛ぶの草。そしてもうリサル圏内だ。命がけのパリー。あとワンパンだが、それでもパリー狙うのに。狂気の草ほど面白いって言うじゃない。正直かわしたとしても影響改善しないしね。回復できるんか。回復したらユニコーであえて縛るときはあります。よかった。序盤の底なんだよな。これはな、伏せざるを得ないね。弱体化します。突進攻撃はかわしたらすぐ止まるように変更。これで反撃が入れやすくなったな。もともとはこういった性能にする予定だったんだけど、まだ仕組みはできてなかったので、今回のなほうきに作りました。この仕組みはいろんな箇所で使えそうで、今後もお世話になると思います。 UI とカメラの調整。以前は下にあった体力ゲージが左上に移動しました。画面下の余白が大きく開いたので、プレイヤーとカメラ距離を縮めて大きく見せるように。体力ゲージは下の方が視認性の面で良好なのだが、キャラが小さくなって迫力がなくなるといった欠点もあるんだよな。
そうそう、今回は他のゲームも参考にして調整してみました。カメラの追従速度を遅くしてみました。以前はプレイヤーがカメラ中央に張り付いていましたが、この調整で常にプレイヤーが中央にいることはなくなりました。またジャンプした時も追従が遅れる形になっています。ここは賛否でそうだな。制作者は FPS、TPS のシューターゲームが好きなので、カメラの追従速度はない方が好みだったりもする。さらに追従を遅くするとこんな感じだった。この辺りはゲームスピードとの相性もありそうですね。いざイノシシと再戦。そういうゲームじゃねえから。調整した上で負けた人おる？やつは強すぎました。いや、その非人類は思い出しちゃいましたね。でかくないですかね。イノシシに支配されていた恐怖を鳥かごの中にどこに鳥かごがあったんですかね。僕の尊厳を取り戻すためにあなたたちを倒します。討伐理由本気人気すぎだろ。それをののくがいい。ちゃんと見てるんだよ。こっちは好き嫌いからの攻撃はやめろ。弱体化させた部分全く機能してなくてさ。攻撃までのテンポがチャンピオン化の可能性が。残り1体。あなたにはかっこよく倒されてもらいましょう。あまりにも強く、あまりにも眩しい敵だった。コメント返しコーナー。皆様お疲れ様です。 YouTube、ニコニコのコメントを一部抜粋になりますが返信させてくださいね。すごくよくできてて羨ましいです。細かいかもですが円形だと床や崖のリピート感が気になってしまいます。シェーダーを使って表示しているのであれば白黒のノイズ。ブレンダーだとクラウド。テクスチャをマスクとして使用して2つ目の地面テクスチャを合成するとリピート感が消えますよ。参考になれば幸いです。お褒めの言葉と技術情報ありがとうございます。早速裏で試してみたのですが、こちらの技術不足でなかなか手こずっています。この辺りは本当に難しいと思うと同時にセンスがいるなぁと感じますね。今思えばノイズテクスチャの UV 値を小さめに適用してたので、この辺りも適切な値にすれば良い方向に進むはず。隙を見て再チャレンジしてみます。ズームの演出と効果音が気持ちいいね。この部分の話です。褒めてくれてありがとう。この辺りはもうちょっぴり演出を強化する予定です。ブラを入れたりだとかもっとかっこよくするよ。皆様今回もコメントありがとうございます。励みになります。もしよければまたコメントしてね。次回の動画投稿日ですが9月6日日曜日19時を予定しています。次回は何をするんだ？これが悩んでてね。最近このゲームの展開が少し遅いと感じてて、予定ではもうちょっと先に解放させる要素を今のマップに組み込もうかと考えています。大きく変化しそうな予感。具体的にはプレイヤーに新技が追加されます。それは面白い要素だから早めに解放してあげた方がいいと思ってて。今の時代は対価が重要だからな。ということで次回は多分プレイヤーの新技追加です。楽しみにしておこう。それじゃ今回はこの辺りで終わりますか。最後までみんな見てくれてありがとうね。次回も見てくれなきゃ泣いちゃうぞ。それではバイバイ。